今日はおしゃれな木の腕時計のブランドのフェアホイさんからノーティックという腕時計をいただいたので、今日はそちらの腕時計の紹介をしていこうと思います。こちらの腕時計は何といっても木ですよね。自分の大好きな木です。文字盤だけじゃなくて外側のケースにも天然のウォールナットが贅沢に使用されたかなり温かみのある腕時計となっています。木が好きな自分にとっては本当にたまらない最高の腕時計なんですけれども、使われているパーツにも非常にこだわっていて、ただ単におしゃれな腕時計ではないんですよね。そんな魅力あふれるノーティックという腕時計について今日は詳しく見ていこうと思います。そもそもノーティックとはどういう意味なのかと言いますと、航海だったり船舶だったり海上といった海にまつわるデンマークの単語となっています。こちらの腕時計の文字盤は船の航行機器からインスピレーションを受けてデザインされていて、文字盤の真ん中のところには横方向にステンレスが通っていて、ハンドルのような非常におしゃれでクールなデザインという印象を受けました。裏蓋の刻印は波を表しているようなデザインですね。ヘアライン加工が非常に重厚感を持たせていて、ケースの裏側は光沢があると結構汚れが目立ってしまうんですけれども、こちらはブラッシングがされているのでかなり目立ちにくくなっていて、金属特有の質感も感じることができるので、裏側までクールになっています。天然のウォールナットの木の上にヘアライン加工がされたステンレススチールの薄い板が乗っかっていて、インデックスのところには丸く穴が開けられているだけで、数字だったり線で表されていないので非常にシンプルですね。こちらの腕時計はデンマークのコペンハーゲンから誕生したいわゆる北欧デザインの腕時計なので、北欧らしくシンプルでありながら個性的なデザインというのが現代の人に受けるデザインなんじゃないかなと思います。文字盤のケースと裏蓋のステンレスはヘアライン加工がされているんですけれども、ケースの側面とリューズのところには磨き上げの加工がされています。こちらの腕時計は横から見ると思った以上に分厚い腕時計ですね。ガラスを含んだ厚さが 10.5mm で、円の直径が 42mm となっています。数字にしてみると思った以上に大きいサイズなので、どちらかというと男性向けかなと思いますね。天然のウォールナットと錆びることのない 316L ステンレススチールが使われたケースとなっています。木が外に使われているのであんまり水に濡らさない方がいいかなとは思いますが、一応酸気圧防水に対応しているので、もし濡らしてしまった場合でも早めに拭けば全然問題ないかなと思います。それでは腕時計の文字盤についてかなりよくできたデザインだと思うので詳しく見ていきましょう。ノーティックというコレクションは他にもいろいろな木が使われたモデルが登場しているんですけれども、こちらはウォールナットとシルバーのステンレスが使われたノーティック58度ノースというモデルでございます。金具がゴールドになったモデルもすごくかっこいいなというふうに思うんですけれども、ノーティックシリーズの中では一番いい意味で目立たなくて気軽につけれるシンプルなデザインだなと思いました。針は粉芯と地芯のみになっていて、秒針はついていないですね。それぞれの針はかなりシンプルになっていて、時間を指し示すためだけにあるようなシンプルな形状となっています。5分刻みのインデックスが大きい円の穴になっているので、すぐに時間を判断することはちょっと難しいかなと思いました。ただシンプルなデザインの文字盤で、ウォールナットとシルバーはしっかりと区別ができる色合いなので読みにくいわけではないですね。腕時計の心臓部分のムーブメントはスイスのロンダのクォーツのムーブメントとなっています。水晶の振動子が振動して、それを電気信号に変換させて時を刻んでいるっていうものなので、ある程度正確に動いてくれるかと思います。秒針がないのであんまり狂いとかも気にならないと思いますし、時間を調節させるのは年に1回とか半年に1回とかでいいんじゃないかなと思います。ミオタとロンダはファッションウォッチと言われている腕時計にはかなり多く使われていて、品質についてある程度安心できるかなと思います。ダイヤモンドに近い硬度を持つと言われている高級なサファイアクリスタルガラスが使われていて、なかなか凝っていますよね。ガラスのエッジの部分にはまっすぐと斜めに切り出されていて、ガラスがケースから浮かび上がっているような見た目となっています。サファイアクリスタルなのである程度耐久性には安心できるんですけれども、結構厚みがありますし、ガラスが少し飛び出ているので歩いている時にコンクリートの壁とかで擦ってしまわないよう、より一層気をつけた方がいいかなと思います。リューズにも裏蓋と同じように波のような形をしたデザインがされております。かなり細かいところなんですけれども、こういうところまでこだわった非常にこだわりを感じられる腕時計だなと思いました。こちらの腕時計の面白いところはケースの中にベルトが通っているということですね。
普通の腕時計はケースとベルトが分かれているような感じで、ケースとベルトが別々に見えるデザインが多いんですけれども、ベルトが中に入っていて一本でつながっているということで、デザインの一体感はすごくあるなと感じました。ベルトをケースの中に入れることで、ケースはほぼ円の形状になっていて、フォルムも非常にシンプルにできているというのもこちらの腕時計の大きな特徴かなと思います。工具を使って取り外さないといけないので、ちょっと難しいかなと思います。オンラインストアでは替えのベルトも販売されているんですけれども、ついでに工具もついているそうなので、イージーレバーのように簡単に交換できるというわけではないんですけれども、しっかりとベルトの交換は素人でも可能となっております。あとケースの裏側にマイナスドライバーの溝があるんですけれども、この間にホコリとか汚れが入ってしまうこともあるので、あんまり自分は気にならないんですけれども、そこは気になる人は気になると思うので気をつけていただきたいなと思います。実際につけてみると、一本の長い革ベルトでつけているようなイメージなので、大きな文字盤なのに腕時計をつけているんだぞっていう感覚が結構少なくて、フィット感はあるなと思いました。子牛の皮が使われているので結構柔らかくて、しっかりと腕の形に寄り添うようにフィットしてくれました。ケースはかなりシンプルなデザインなので、42mm とかなり大きい文字盤なんですけれども、あんまり大きさを感じなくて、自分みたいに腕が細めな人にとっても全然つけていて違和感がないなと思いました。あんまりきつく締めていない時でも腕を振った時にケースがずれて動いてしまうということも自分の場合はなかったので、個人的にはすごく気軽につけられる腕時計だなと思いました。ただ中にベルトが通っている腕時計っていうのはあんまりないので、最初はちょっと違和感があるかもしれないですね。ちょっと浮き上がっているようなデザインとなっています。気になるこちらの腕時計のお値段なんですけれども、現在のレートですと45,000円ぐらいとなっています。送料が無料で返品も無料でできて、2年間の保証に対応していて、注文してからだいたい1週間ぐらいで届くんじゃないかなと思います。今回こうやってレビューをするのにあたって8月15日まで有効の 15% オフのクーポンコードをいただいております。こちらを使っていただきますと6,000円近く安く買うことができて、ベアホイのすべての商品が 15% オフされるそうなので、もし買われる際は 15% オフされる機会っていうのは多くないと思うので、忘れないように使っていただければなと思います。4万円する結構高価な腕時計なんですけれども、サファイアクリスタルガラスが使われていたり、ベゼルにはウォールナットが使われていたり、結構手間がかかっているなと思うので、値段相応なクオリティかなと個人的には思いました。以前紹介したベアホイのザ・ローズという腕時計と比べてみると、今回紹介するノーティックの方が一回り大きくなって、より木らしさを感じられるデザインとなっています。今回紹介したのは一番大きい腕時計なので、どちらかというと男性向けかなと思います。もう一回り小さい 36mm とか 34mm ぐらいのモデルも出たらこれはこれでいいんじゃないかなと思うんですけれども、今のところは直径 42mm のモデルのみとなっています。なのでちょっと大きめなノーティックシリーズを男性がつけて、ザ・ローズみたいに40mm あるんですけれども、ちょっとちっちゃめなサイズのモデルを女性がつけてみたいな感じで、ベアホイのペアウォッチみたいな感じで使っていくのもすごくセンスがあるんじゃないかなと思いました。ザ・ローズのシリーズは今すごく人気になっていて、予約販売になってしまったそうなので、届くのが9月中旬頃になるそうです。ザ・ローズの方は25,000円ぐらいなので、2つのモデルは15,000円くらい値段が違ってきて、なかなか簡単に比べられるようなモデルではないかなと思います。今度時間があったら比較とかしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、簡単に比較をしていきますと、ザ・ローズの方はミヨタのクォーツムーブメントが使われていて、ガラスはサファイアクリスタルガラスではなくて、サファイアコーティングを施したミネラルクリスタルガラスが使われております。ザ・ローズと比べるとノーティックシリーズの方がコストのかかる部品を多く使っているので、もしどっちにしようか考えている方は、デザインはもちろんなんですけれども、パーツのクオリティとかも一緒に考えてもらって、あとはお財布と相談していただければなと思います。他のシリーズは結構ソールドアウトになっているのも多いので、なかなか入荷まで時間がかかってしまうと思うんですけれども、こちらのウォールナットが使われたモデルは今のところ在庫はあるそうなので、8月15日までに欲しいと思った方はぜひ考えていただければなと思います。木が使われた腕時計で4万円クラスとなるとなかなか見ないので、そういう意味でもウェアホイのこの腕時計は珍しいんじゃないかなと思います。木が使われているのにもかかわらず手作り感っていうのを全く感じなくて、繊細でスタイリッシュなデザインにできているっていうのもウェアホイのデザイン力かなと思います。
個人的には自動巻きの機械式腕時計のモデルも将来的には出てほしいなと願っているんですけれども、多分なかなか難しいんじゃないでしょうかね。あまり機械式腕時計で木が使われたものって自分は見ないので、そういうのがあったら本当に欲しいんですけれども、ぜひそういうちょっと高級なラインも出てほしいなと切に願っております。ということで今日はヴェアホイのノーティック58度ノースという呼び方で合っているのかちょっとわからないんですけれども、そちらの腕時計の紹介をしてきました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。